8月18日、ドジャースタジアム。夏の夜とは思えないほど熱気に包まれた球場には、試合開始前から異様な期待感が漂っていた。相手はコロラド、ノッキーズ。ドジャースにとっては絶対に落としたくない一戦だったが、この日の主役が誰になるのかは、まだ誰にもわからなかった。ただ一つ、試合前から確かなことがあった。大谷翔平が打席に立つたび、球場の空気が一転するということだ。1番、指名打者として名前を呼ばれた大谷に、スタンドから凄まじい歓声が降り注ぐ。大谷の大合唱が球場を揺らし、ロッキーズの選手たちも険しい表情で大谷を見つめていた。この日の大家には、すでに今季29本塁打という数字が刻まれていた。そして誰もが期待していた。今日、30号が出るのではないか。しかし、まさかその先に31号、32号、そして33号まで待っているとは、誰も想像していなかった。試合開始、ドジャースの先発投手がマウンドに上がると、ロッキーズ打線は初回から積極的にバットを振ってきた。先頭打者が死球で出塁すると、続く打者が鋭い打球を右中間へ運ぶ。幸いにも長打にはならなかったが、ドジャース守備陣には緊張が走った。それでも先発投手は冷静だった。3番打者を外角低めの変化球で空振り三振に仕留め、続く打者も内野ゴロ。初回を無失点で切り抜ける。そして、その裏、いよいよ大谷翔平の第一打席がやってきた。球場全体が立ち上がる。ノッキーズの投手は、明らかに慎重だった。初球、外角低めの速球。大谷は見送った。ストライク。2球目は内角へのスライダー。これも大谷は見送る。カウント1ボール1ストライク。捕手がサインを出す。投手がセットポジションに入り、ゆっくりと足を上げる。そして3球目。外角高めへ投げ込まれた速球。その瞬間だった。大谷のバットが一閃した。カーン。打球はものすごい速度で右翼方向へ飛んでいく。右翼手が1歩、2歩と追う。しかし、すぐに追うことを諦めた。打球はそのまま高々と舞い上がり、ライトスタンド上段へ突き刺さった。先制ソロホームラン。球場が爆発した。大谷翔平、第30号。実況の声が裏返る。大谷はゆっくりとバットを放り、ダイヤモンドを一周する。ベンチでは選手たちが総立ちになり、デーブ、ロバーツ監督も両手を上げて叫んでいた。大谷がホームを踏んだ瞬間、スタンドからさらに大きな歓声が巻き起こった。30号、節目の一発だった。しかし、この日の物語はここから始まった。ロッキーズはすぐに反撃する。未開票、先頭打者が二塁打を放ち、犠牲フライで三塁へ進む。そして西からタイムリーが飛び出し、試合は1対1の同点となった。ドジャースベンチに緊張感が走る。さらに3回表、ロッキーズは四球とヒットで1、二塁のチャンスを作る。打席には長打力のある打者。初球を強し、打球は左中間へ飛んだ。二人の走者が一気にホームへ。ロッキーズが3対1と逆転した。ドジャーススタジアムが静まり返る。しかし、ここで大谷がベンチから立ち上がった。チームメイトに声をかける。まだ終わっていない。そんな表情だった。4回裏、ドジャースの攻撃。先頭打者が四球で出塁すると、続く打者がライト全ヒット。さらに四球が絡み、ノーアウト満塁という絶好のチャンスが生まれた。そして打席には大谷。球場のボルテージが一気に上がる。ロッキーズは投手交代。左腕のリリーフ投手がマウンドへ向かった。スタンドからは大江の大歓声。翔平、翔平、翔平。ロッキーズの星が内角を要求する。初球、内角低め。大谷はハウル。2球目、外角へ逃げるスライダー。大谷は見送った。カウント1ボール1ストライク。3球目、投手が大きく息を吐く。そして投げた。真ん中高め。大谷の目が鋭く光った。打ったバットがボールを完璧に捉えた。打球は夜空へ舞い上がる。左翼手がフェンス際まで下がる。しかし、打球はその頭上を越えていった。満塁ホームラン。逆転の第31号だった。4対3。ドジャースが一気に試合をひっくり返した。球場は完全に狂気乱舞。大谷はダイヤモンドを回りながら、何度もスタンドを見上げた。ロバーツ監督は帽子を脱ぎ、頭上で振り回した。ベンチの選手たちは大谷を待ち構え、ホームへ戻ってきた瞬間、一斉に飛び跳ねた。実況アナウンサーも興奮を抑えきれない。信じられません。大谷翔平、今日2本目。しかも満塁ホームランです。しかし、試合はまだ終わらない。5回、6回と両チームが激しく攻め合い、スコアは4対4。7回裏、ドジャースが再びチャンスを作る。一死からヒット。続く打者が死球。
西一、二塁、そして打席に入ったのは、もちろん大谷だった。スタンドから歓声が起こる。ロッキーズの投手は、もう大谷との勝負を避けることができない。初球、速球、大谷はファウル。2球目、変化球、ボール。3球目、内角への速球。大谷はギリギリでバットを止めた。ボール、フルカウントに近づいていく。ロッキーズベンチも総立ちだった。次の1球が勝負。投手が投げ込んだのは、内角低めのスライダー。しかし、わずかに甘かった。大谷は体を開かず、最後までボールを見ていた。そして、打った。打球は右翼方向へ一直線。右翼手が懸命に追う。だが、届かない。フェンスを越えた。第32号。この日3本目。6対4。ドジャースが再び勝ち越した。大谷はベースを回りながら、静かに拳を握った。派手なパフォーマンスはしなかった。それでも、その表情には強烈な自信が浮かんでいた。まだ終わっていない。そんな雰囲気だった。そして9回、ドジャースが6対5と1点リードした状態で、最後の守備に入る。しかし、ロッキーズは簡単には終わらなかった。西から連続ヒット。一打同点。さらに長打が出れば逆転という場面。球場全体が息を飲む。ドジャースの守護神がマウンド上で大きく息を吐く。カウントにボールにストライク。そして最後の1球。空振り三振。ドジャースがなんとかリードを守りきった。ところが、ここで終わらなかった。9回裏、ドジャースが追加点を狙う。先頭打者が出塁。送りバント。さらに内野安打。一死一。三塁。そして再び、大谷の名前がコールされた。この日、すでに3本塁打。30号。31号。32号。それでもスタンドは信じていた。もう1本ある。そんな空気が球場を支配していた。ロッキーズは投手を交代。外野手も深く守る。捕手は内角低めを要求。大谷は打席の中で静かに構えた。初球、ストレート。見送ってストライク。2球目、スライダー。ファウル。追い込まれた。球場が静かになる。ロッキーズの投手は、ここで勝負を決めようとした。3球目、高めの速球。大谷が踏み込む。バットが振り抜かれる。打球は高く舞い上がった。一瞬、時間が止まったようだった。外野手が後ろを向く。フェンスへ走る。しかし、届かない。打球はスタンドへ消えた。第33号。この日4本目のホームラン。ドジャースが一気に9対5へ。球場は完全にお祭り状態になった。選手たちはベンチから飛び出す。ロバーツ監督は帽子を投げ、両手を広げて絶叫。実況アナウンサーは声を失いかけながら叫び続けた。大谷翔平、また打った。また打った。今日は4本目です。大谷はホームベースを踏むと、チームメイトに囲まれた。笑顔だった。しかし、その笑顔の裏には、この試合にかけていた強烈な集中力があった。30号、31号、32号、33号、1試合4歩。まさに異次元だった。スタンドではファンがスマートフォンを掲げ、歴史的瞬間を撮影しようとしていた。球場全体が大谷翔平の名前を叫ぶ。翔平、翔平、翔平。その声は何度も何度も響き渡った。そして、ドジャースの選手たちもベンチの中で大谷を称え続けた。ロッキーズの選手たちは呆然と立ち尽くしていた。この夜、彼らが何度も立ち向かった大谷翔平は、最後まで止まらなかった。試合終了。スコアボードには、9、5、ドジャースの勝利。そして、その横には大谷翔平の4本塁打という信じられない数字が表示されていた。観客は誰も帰ろうとしなかった。歴史的な夜が終わったことを、誰もが惜しんでいた。大谷は最後に帽子を取ってスタンドへ向かって深く頭を下げた。その瞬間、再び大歓声。ロバーツ監督も大谷の肩を抱き、何度も笑顔を見せた。こんな試合は見たことがない。そんな空気が球場全体を包んでいた。第30号で先制。第31号で逆転。第32号で勝ち越し。そして第33号で試合を決定づける。まさに大谷翔平一人が試合の流れそのものを変えた夜だった。この日の試合は、単なる一勝ではない。ドジャースファンにとって、何年経っても語り継ぎたくなるような一夜になった。そして大谷翔平は、また一つ、信じられない伝説を作った。30号から始まった物語は、33号で完結した。しかし、誰もが思っていた。大谷翔平の物語は、まだ終わっていない。むしろ、ここからが本当の始まりなのだと。試合が終わった直後も、クアーズ、フィールドの空気は完全には冷めていなかった。
スコアボードにはドジャースの勝利を示す数字が輝き、その中でもひときわ目を引いたのと大谷翔平の名前だった。30号、31号、32号、そして33号、4本の本塁打。誰もが言葉を失うほどの一夜だった。ドジャースの選手たちがクラブハウスへ戻っていく中、ロバーツ監督はしばらくグラウンドに残っていた。そして何度もスコアボードを見上げた。まるで自分自身に問いかけているようだった。本当にこんなことが起きたのか。それほどまでに、この日の大谷の打撃は異常だった。1打席目では試合の流れを変える先制打。2打席目では満塁の場面で逆転満塁打。3打席目では再び勝ち越しとなる一発。そして最後には、試合の行方を決定づける33号。一人の打者が、これほどまでに試合の全てを支配する。そんな光景を、球場にいたファンは目の前で見ていた。クラブハウスでは、チームメイトたちが大谷を待っていた。大谷がドアを開けた瞬間、拍手と歓声が一斉に起こる。翔平、ナイスゲーム。4本だぞ。大谷は少し照れたように笑った。しかし、派手に喜ぶことはなかった。いつものように静かにチームメイトと握手を交わし、一人一人に声をかけていく。それを見ていたロバーツ監督が笑顔で近づいた。今日は何本打つつもりだったんだ。大谷は笑いながら首を振る。わからないです。その一言で、クラブハウスは再び大爆笑に包まれた。だが、ロバーツ監督の表情はすぐに真剣なものへ変わった。冗談はさておき、今日は本当に特別だった。そう言って、大谷の肩を軽く叩いた。チームが苦しい時に、あれだけの打撃をしてくれた。それが一番大きい。この試合でドジャースが求めていたのは、単なるホームランではなかった。最近のチームは打線が思うように繋がらず、苦しい試合が続いていた。そんな状況で、大谷は一人で試合の空気を変えた。そしてチーム全体に再び自信を与えた。翌日のロッカールーム、選手たちは前日の試合を振り返りながら笑っていた。30号までは普通だった。誰かがそう言う？いや、普通じゃないだろう。別の選手がすぐに突っ込む。31号の満塁弾からおかしくなった。32号も忘れるな。33号は完全に反則だ。次々と声が飛ぶ。大谷はその会話を聞きながら、静かに笑っていた。しかし、本人の頭の中にはすでに次の試合があった。昨日の4本塁打はもう過去。今日、何をすべきか。それだけを考えていた。一方、ロッキーズ側では深刻な空気が漂っていた。投手陣は前日の試合映像を何度も確認していた。大谷に対して、どこに投げればいいのか。内角は危険。外角も危険。高めも危険。低めに投げても危険。変化球を投げれば待たれる。速球を投げればスタンドへ運ばれる。結局、どこに投げても危険なのではないか。そんな疑問が投手陣の間に広がっていた。そして、その答えを探すために、試合前のミーティングは予定より長くなった。大谷を抑えるには、最初のストライクが重要だ。捕手が説明する。甘い球だけは絶対に投げない。投手も頷く。それでも打たれたら、誰かが冗談交じりに言った。一瞬、部屋が静かになる。そして全員が苦笑した。それほど前日の大谷は圧倒的だった。しかし、野球は一日で終わらない。新しい試合が始まれば、昨日の4本塁打もゼロからのスタートになる。ドジャースの選手たちも、それを理解していた。だからこそ、試合前の練習では大谷もいつも通りだった。軽くストレッチを行い、キーバッティング、そして何度か素振りを繰り返す。その姿を見ていた若い選手が驚いた表情を見せる。昨日4本打ったのに、今日も同じ練習をしている。大谷は笑って答えた。毎日やることは変わらないよ。その言葉が、若い選手の心に残った。華やかな数字の裏側には、毎日変わらない準備がある。それこそが大谷翔平という選手の恐ろしさだった。そして、再び試合開始。ロッキーズの投手は慎重に大谷と向き合った。初球は外角。大谷は見送る。2球目も外角。今度はハウル。球場から小さな歓声が起こる。昨日のような豪快なホームランを、ファンは再び期待していた。しかし大谷は焦らない。ボールをじっくり見極める。3球目。低めの変化球。大谷はバットを止めた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。ロッキーズの捕手がマウンドへ向かう。投手と短い会話。そして、勝負の1球。速球が外角へ。大谷は強く振った。しかし、打球はハウル。球場から、あ、という声が漏れる。続く1球。低めのスライダー。大谷は見送った。フルカウント。観客が立ち上がる。投手がセットする。
大谷はバットを構える。そして投げた。高めの速球。大谷が振り抜く。しかし今度は打ち上げてしまった。センターフライ。大谷は静かに一塁へ向かう。球場には少しのため息。だが、ベンチへ戻った大谷は笑っていた。ロバーツ監督が声をかける。悪くない。大谷はうなずいた。この打席で、ロッキーズの投手がどの球種を使うのか、どのコースを狙うのか、それを確認した。そして次の打席。今度は大谷が相手を追い込む番だった。2打席目。一死一塁。初球から外角の速球。大谷はファウル。2球目はスライダー。ボール。3球目はチェンジアップ。またボール。投手が少し焦げる。星がサインを変える。次は内角。しかし、大谷はその瞬間を待っていた。投球が内角へ入る。大谷の腰が回る。打った。強烈な打球。しかし今回はフェンス直前で失速し、左翼手のグラブに収まった。大谷は悔しそうに一度だけ空を見上げた。だが、ベンチへ戻るとすぐに切り替えた。野球では、すべての打席で結果が出るわけではない。大谷自身が誰よりもそれを理解している。そして試合は中盤へ進んだ。ロッキーズが先制。ドジャースが追いつく。さらにロッキーズが再びリード。点差はわずか1点。昨日のような一方的な試合にはならなかった。両チームの投手が踏ん張り、終盤へ向かって緊張感が増していく。7回、ドジャースが一死に、三塁のチャンスを作った。そして打席には大谷。スタンドのファンが一斉に立ち上がる。この瞬間、誰もが前日の光景を思い出していた。30号、31号、32号、33号。また来るのか？そんな期待が球場全体を包む。ロッキーズの投手は大谷を慎重に見つめる。1球目、外角低め、ストライク。2球目、高めの速球。大谷はファウル。2ストライク。ここで投手が大きく息を吐いた。大谷も打席の中で静かに息を整える。そして3球目、低めへ変化球。大谷はバットを振った。打球は1、二塁間へ。鋭いゴロ。一塁手が横っ飛びで捕球。しかし、その間に三塁走者がホームイン。同点。大谷はホームランではなく、チームのための一打を選んだ。ベンチに戻ると、ロバーツ監督が笑顔で迎えた。それでいい。大谷はうなずいた。ホームランだけが野球ではない。勝つために必要な打撃をする。それが大谷だった。そして8回、試合は再び動き始める。ドジャースが1点を奪い、ついに逆転。しかしロッキーズも9回に同点に追いつく。スコアボードは5対5。延長戦が見えてきた。球場の空気は異様だった。誰も席を立たない。そして9回裏、ドジャース最後の攻撃。先頭打者がヒット。続く打者が送りバント。一死二塁。あと一歩。その場面で、ベンチから大谷翔平が姿を現した。スタンドが揺れた。翔平。ロッキーズの投手は、何度もサインを確認する。ここで打たれれば試合が終わる。大谷は打席に入る。そしてバットを構えた。球場全体が静まり返った。前日の4本塁打が脳裏に浮かぶ。そして今夜も、勝負の瞬間がやってきた。